にゃーせよー9です。この乾燥する冬にもツルピカお肌を維持できる夜のスペシャルルーティンをねお見せしたいと思います。ということで見て、私さ9肌レシピセット買ってくださいましたか？もう9肌レシピ通りでメイク仕上げてるんですけど、今日朝からメイクして12時間ぐらい経過してるんですよ。なんですけど一切崩れてないんですよ。すごくないですか？見て、マジでもう崩れもないし毛穴落ちもないしパサつきもなければ超綺麗なもう出来上がり通り直後そのまま維持できてるの。もう9がね研究に研究を重ねた9肌レシピなので、これは本当に間違いない。だから皆さんもぜひレシピ通りにやってみてください。9肌レシピセットはねまだ今後中なので、まだ買ってないよっていう方はね急いでゲットしてください。先着順に間に合えば今回ね9のオリジナルミラーもついてきますので、9のグッズ第1号でございます。ぜひ持ち歩いていただけたら嬉しいです。ということでまずはちょっとメイクから落としますということでね、私はいつもミルクでメイクを落としてます。クレンジングミルクは今いいものをね頑張って探してるので、また見つかったら皆さんにご共有いたしますね。今日ねラッキーボックス販売デーだったんですよ。で9時になる前からカウントダウンしてドキドキしながら待ってたんですけど、なんとものの10分で完売いたしました。本当にたくさんの本当に大好評でありがとうございました。50個以上注文が入ってしまったので買えなかった方からね残念 DM たくさん来たんですけれども、このようなね企画をご用意できるように私がコスメソウルの社長の方にお願いするので、またこういうイベントをやることがあったら販売時間とジャストでもうポチリに行ってください。9の今後はたまにねこうやってイベントをするので絶対に見逃せません。なので YouTube も絶対見逃せないですし、ちょっと時間なくて YouTube ゆっくり見れないみたいな方はインスタの方にもね情報を載せておりますので、インスタもフォローしていただけたら逃さずに済むんじゃないかなと思います。で一旦これで顔乳化してから落としますね。そしたらこちらのクレンザーを使います。これがパイジンっていうパイオンテックから出てる会社のクレンザーです。これもエッセンスみたいに泡が立つんですよ。でこれ私も大好きだけどオンマもめっちゃ気に入ってて、肌のトーンが上がるの。ふわーって明るくなってめっちゃ肌がしっとりするんだけどめっちゃ肌がツルツルになるの。ほらもう今伸ばしただけでシュワシュワシュワってねもうすぐ泡が立ってくれるんですよ。こんな感じで面白くないですか？私さ突っ張る洗顔ほんと嫌いなんだけど全然突っ張らないし、今ほら手でこうやってやったのにまた泡がポパパパパって立ってくれるの面白くない？もうさすがパイオンテックだよなっていう感じで、何使ってもパイオンテックってマジでいい。こんな感じで伸ばしてからツルッツルになるんだけど全く突っ張り感なくって、乾燥肌さんとかにもすごくおすすめできるしこうやって取ってもめっちゃ泡立ってくるとにかく肌のトーンが上がるから、オンマはこれを使ってからすっごいびっくりしてた。何みたいな。なんか本当に肌白いんだけどみたいな。このオンマのレビュー動画見てくださるとわかると思うんですけど、ほらまた泡立ってきたでしょ何回やってもまたこうやって泡が立ってくるんですよ。面白いでしょ。でちょっと水を足して全体的にこうやってマッサージしながら洗い流していきますね。めっちゃ肌しっとり柔らかいマシュマロみたいになってる。ほらなんか肌が白くなるんだよね。そしたらちょっとシャワー浴びて続きのスキンケアをやりたいと思います。口に9。はい、今お風呂から上がってきました。最近乾燥がひどくて、こちらのルベルリーのメルティングハイドロゲルマスクを使います。これね今まで何回も紹介させていただいてるもので、もうすぐねコングでも始まるんだけど、これ何がすごいかってね、今こういうゲルタイプのパックが流行ってるじゃないですか。これがちゃんと特許を取得済みのもので水溶性なんだけど、2時間かけてこの栄養成分が肌に全部吸収されるんですよ。紙のパックって肌の水分を奪っちゃうから、記載以上の時間をつけちゃうと肌が余計乾燥してしまうのね。もう大体私結構やっぱながらでやっちゃうことが多いから記載以上の時間つけてしまうんですよ。でそれって本当に肌に良くないことなの。だけどこれはなんならこのまま寝ちゃっても肌の水分を奪うことがないのね。だから乾燥肌さんにめちゃめちゃいいの。しかもこれが外した後も肌がベタベタしないからメイク前にもいいし、あとはこの後使うねスキンケアの邪魔にもならないんですよ。外した後は割と肌がなんか表面サラッとしてるかなみたいな、ちょっと
保湿感物足りなくないかなみたいな思うんだけど、結局栄養が全部肌の内側に吸収されてるから表面がそんなにペタペタする感じはなくて、内側がちゃんと潤ってる感じ。普通のパックだとさ、結構エッセンスたっぷり系のものだと表面すごいしっとりとか結構とろみのあるエッセンスとかだとさ結構ベタベタするじゃないですか。でもこのルベッリーのマスクパックはこのゲルパックにエッセンスが入ってて、それが全部肌の奥まで吸収されちゃうから表面でとどまることはないんですよ。だからこのパックがすごいいいの。だからインナードライの改善には本当にバッチリということで、ちょっと髪の毛を乾かす。もちろん今日もねケマのシャンプーとトリートメント使ってます。で乾かす前にこのケマのネバーも使います。こんな感じでタオルドライした髪につけてから、もうねケマはね一回使うとね他にマジで手が伸びない。使った方ならわかると思うんですけど、次回はね2月に今後を予定しておりますので、リピ買いの方とか逃しちゃったっていう方はねお楽しみにお待ちください。レプロナイザーのドライヤーです。これで髪を乾かします。全然ね振っても落ちない、このパックが密着力がすごい。はい、じゃあ髪の毛乾かしたので、こちらのケマのねオイルを使います。このオイルもめっちゃいいんですよ。でも私ケマのこの匂い好きなの。甘いんだけど、甘いのってさちょっと好み分かれるとは思うんだけどね、私はすごく好きで、まず毛先をつけた後に上になじませていく感じ。もう超髪サラサラでやばいんだけど、シャンプーとトリートメントの正しい使い方別の動画で載せてるので、ぜひねそちらも見てください。せっかく使うなら正しい方法で 100% 効果実感した方がいいじゃないですか。でこんな感じで、最近分け目変えたの。同じ分け目にすると頭はげちゃうから分け目ってちょくちょく変えてあげた方がいいんですよ。そしたら時間になったので剥がしますね。ルル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 そうこういう感じで、表面はね割としっとりはしてるんだけどベタベタする感じじゃないんですね。もう中に全部浸透されてる感じだから、なんかエッセンスがすごい表面に残ってる感は全然ないの。そしたら普通にね化粧水使います。この後パイオンテックの3種使うので、化粧水はねジャバジャバ使えるものをこうやってお肌にのせて、でそしたらブースターですね、ボリュームトックスの。でこうやってお肌に伸ばしてあげます。やばい、ツヤがやばい、肌のツヤ。もうパイオンテック使うとさ、そのレイヤリングするたびにどんどんツヤが出るんだよね。こんな感じでちょっと残ったのを首まで塗って、これもパイジンっていうパイオンテックから出てるビタミン美容液なのを4週間プログラムでね、4週間使うとシミが薄くなるよっていうもので、私もう4週間プログラム終了したんですよ。で写真でずっと経過を追ってたら、本当に私ちっちゃいシミがプツプツってあって、それが気になってたんだけど本当に薄くなってたので、こういう4週間プログラムのやつって4週間以上使ったらいけないんだって。そう耐性みたいのができちゃうから、4週間使ったら必ず4週間休まないといけないらしいのね。で今私休んでる期間だったんですけど、ある程度休んだのでちょっと再度始めようかなっていう感じで、これが面白いの、3種類使うの。最初こうやってパウダーを使うのね。私ほんとここら辺にしかないから、次にこのセラムがあるから、セラムをね伸ばします。で普通さビタミン美容液って結構さ刺激が強いから、私もね視聴者さんでも経験ある方いらっしゃると思うんですけど、染みたりとか刺激が強くて使えないっていう方すごく多いと思うんですよ。でもこれは効果はあるんだけど刺激なく長期的に使えるのね。だからすごく好きなの。だから私今のところこれ使って肌トラブル1回も出てないんですよ。これはね次9コングで持ってくる予定なので、シミマジで悩んでるっていう方は絶対にゲットして、本当に薄くなったから。そしたらこのボリュームトックスのエッセンス使います。シミってその化粧品でなくすことはできないので、薄くすることはできても、から本当になくしたいっていう方はレーザーなんだけど、レーザーもシミが薄すぎちゃうと逆に反応しないんですよ。だから私は本当にすっごい薄いシミだから、もともと濃いシミじゃないから、レーザーでなくすのは結構無理に近いのね。本当にすごい濃いシミとかじゃない方は、こういう化粧品とかでこう薄く目立たなくしていく感じの方がいいと思います。レーザーやっても本当に反応しないので。レーザーってやっぱ黒いものに反応するから、濃ければ濃いほどいいんですよ、条件的には。もう知ってる、レーザーやってもねシミは1回じゃ消えないんですよ。だからシミ取りレーザーも何回も必要だよって。あと結局レーザーやってもまたシミって出てきますからね、ちゃんとケアしないとっていうのを私は
美容クリニックで働いてた時にお客さんに必ず説明をしてました。でこんな感じで伸ばしてあげて、やばくないこの肌のツヤたら、このクリームがね、このビタミンの締めのクリームがあるから、これもシミのところだけに塗ってあげます。結構なんか硬いバームみたいな感じなの。これをこんな感じでシミがあるところだけに塗ってあげます。皆さんもぜひこれ使うときは写真で経過撮って見てみて。本当に薄くなるから。こんな感じでやって、パイオンテックのボリュームトックスのクリーム。このカタツムリクリームめっちゃ好き。友達も買ってくれたんだけど、クリームめっちゃ好きって言ってた。こんな感じで伸ばして、塗る量はね、皆さんご自身の肌の状態に合わせて量は調整するといいと思うので、私はクリームは割と少なめに塗る派ですね。もっちりもっちり。やばいよ、本当に。肌めっちゃもっちもち。ナイン肌レシピのスキンケア版でございます。めっちゃしっとりプルップル。ずっとね、自分のお肌をね、触りたくなるから。はい、ということでね、ナイン肌レシピナイトルーティンでした。もうこれやれば皆さん本当にこのお肌になりますので、ぜひレシピ通りに実践してください。あとね、今月もコスメソウルの方でレビューイベントやるので、ぜひね、皆様レビューの方投稿してください。抽選でポイントプレゼントしております。じゃあ、おやすみなさーい。